遠藤義雄は70歳を過ぎた、どこにでもいるような老人だった。地方都市の片隅にある、昭和の香りが残る小さなアパートで、彼はひっそりと暮らしていた。近所の人々が彼について知っていることは多くはない。数年前に愛する妻に先立たれ、今は年金でつつましく暮らしている、少し無口な一人暮らしの老人。いつも同じ、少し色あせたジャンパーを着て、ゆっくりと商店街を歩く姿が、彼の日常だった。遠藤さん、こんにちは。八百屋の店主が声をかけても、彼は小さく会釈するだけ。その物静かな佇まいは、人によっては変わり者と映ることもあった。しかし、彼の瞳の奥には、誰も知らない深い英知と、そして燃え続ける情熱の炎が宿っていることを、この時はまだ誰も知る由もなかった。その日、天道は何年も足を踏み入れていなかった場所へ向かっていた。町の中心部にそびえ立つ、大手都市銀行、帝都銀行の支店。彼がそこへ向かうのには、深い理由があった。32番のお客様、2番窓口へ、どうぞ。無機質な呼び出し音が響き、天道はゆっくりと腰を上げた。彼の背中には、長年連れ添った妻との大切な約束が重くのしかかっていた。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で。天道を迎えたのは、黒川拓也と名乗る30代前半の銀行員だった。カリッとした高級スーツに身を包み、自信に満ちた表情を浮かべている。彼は都内の有名大学を卒業し、将来を嘱望されるエリートだった。天道はおずおずと切り出した。融資のご相談に参りました。融資ですか。黒川は遠藤の古びたジャンパーと使い古されたカバンに一別をくれると、その表情に隠しきれない侮蔑の色を浮かべた。天道が差し出したのは小さな町工場の資料だった。それは亡き妻の父親が立ち上げ、妻が大切に守ってきた会社だった。今は経営者の高齢化と時代の波に飲まれ、倒産の危機に瀕していた。妻がこの会社だけは、と、天道の言葉を遮るように、黒川は資料を乱暴にめくり、ため息をついた。天道さん、でしたか。失礼ですが、この業績では担保になる資産もお持ちでないようですし、融資はまず不可能です。その口調は冷たく、そして無慈悲だった。まるで話を聞く価値もないとでも言うように。隣の席でそのやりとりを心配そうに見つめる女性行員がいた。白石直。入行3年目の心優しい行員だ。彼女は黒川のあまりにも高圧的な態度に胸を痛めていた。遠藤はそれでも食い下がった。なんとかなりませんでしょうか。この会社には可能性があるんです。海外の新しい技術を取り入れれば。すると、黒川は鼻で笑ってこう言い放った。ご老人、あなたに海外の新しい技術なんて理解できるんですか。年金暮らしの方には少し難しいお話だったかもしれませんね。と時間も無駄ですし、お引き取りいただけますか。その言葉は刃物のように天道の心を突き刺した。しかし、天道は怒りを見せるでもなく、悲しむでもなく、ただ、静かに黒川の目を見つめ返した。その瞳の奥の光に、黒川は一瞬、得体の知れない何かを感じ、たじろいだ。だが、それも一瞬のこと。では、失礼します。黒川はそう言って席を立ち、天道に背を向けた。天道は心身と頭を下げると何も言わずに銀行を後にした。その寂しそうな背中を白石は祈るような気持ちで見送ることしかできなかった。黒川は自分のオフィスに戻ると同僚たちに大声で話していた。さっき来たじいさん、マジでウケるよな。あんなボロい会社で金借りに来るなんて世間知らずもいいとこだよ。オフィスに乾いた笑い声が響いた。白石は遠藤が置いていった資料をやりきれない気持ちで片付けていた。その時、書類の間に何か硬いものが挟まっていることに気づいた。それは黄ばんだ古い経済新聞の切り抜きだった。日付は30年以上も前。ウォール街の記事員、日本人ディーラー T の正体とは、小さな見出しの記事だった。そしてもう一枚、メモ用紙が出てきた。そこには素人目には暗号にしか見えない複雑な数式や金融専門用語がびっしりと書き込まれていた。レバレッジド、バイアウト、デリバティブ、最低取引、それは白石でさえ教科書でしか見たことのないような高度な金融工学の用語だった。白石の胸に小さな違和感の種がまかれた。彼女はその日の業務が終わった後、
銀行の過去の顧客データベースを検索してみた。すると、1件だけ古い記録がヒットした。30年以上前、帝都銀行本店で莫大な金額の取引をしていた記録。しかし、その記録は途中でくっつりと途絶え、海外のプライベートバンクに移管されたことになっていた。白石はインターネットで古い金融ニュースを漁り始めた。そして、ある記事にたどり着いたとき、彼女は息を飲んだ。伝説の日本人ディーラーゴッドハンド、遠藤、突如引退。その後の消息は不明。記事には若き日の遠藤義雄の写真が載っていた。白黒で不鮮明だったが、鋭い眼光は先ほどの老人と確かに重なった。信じられない思いと胸の高鳴りが白石を支配していた。もしそうだとしたら、なぜ彼は全てを捨ててあの寂れた町でひっそりと暮らしているのだろうか。その頃、エリート銀行員、黒川は人生の絶頂にいた。彼が主導した海外企業への大型投資案件が、間もなく莫大な利益を生むはずだった。彼はこの成功を手土産に、本店への栄転が確実視されていた。これで、俺の未来は安泰だ。彼は祝杯を挙げるため、高級レストランを予約していた。しかし、その夜、彼の携帯電話が悪夢の始まりを告げた。支店長からの血相を変えた声だった。黒川くん、大変なことになった。君が投資したあの海外企業が、彼は巨大な投資詐欺だったんだ。黒川は一瞬、何を言われているのか理解できなかった。しかし、次々と入ってくる情報が彼を地獄の底へと突き落とした。彼が信じ込んでいた投資話は、巧妙に仕組まれたペーパーカンパニーによる詐欺だったのだ。銀行が被る損失額は数十億円。一回の支店が到底カバーできる金額ではなかった。翌日、銀行は蜂の巣をつついたような大騒ぎになった。支店長室からは、黒川を叱責する支店長の怒号が響き渡った。君のせいで、この支店は終わりだ。君も、もう終わりだ。昨日までの自信は、木っ端みじんに砕け散った。同僚たちの視線は冷たく、昨日までの称賛は、嘲笑と軽蔑に変わっていた。黒川は、自分のデスクで、ただただ呆然と座り込むことしかできなかった。未来も、地位も、プライドも、すべてを失った。絶望が、彼の全身を支配していた。混乱と絶望が渦巻く、帝都銀行支店。誰もが、打つ手なく、途方に暮れていた。その時だった。少し、よろしいかな、静かだが、凛とした声が響いた。行員たちが振り返ると、そこには、あのボロボロのジャンパーを着た老人、天童よしおが立っていた。またあのじいさんか。今はそれどころじゃ。誰かが嫌だったように言った。しかし、天童は動じない。彼はまっすぐに、憔悴しきった黒川のもとへと歩み寄った。黒川さん、だったかな。大変なことになったようだね。黒川は力なく顔を上げた。あなたには関係ない。天童は黒川のデスクにあった今回の詐欺事件に関する資料を静かに手に取った。そして数分間、鋭い目でその書類を読み込むと、おもむろにホワイトボードの前に立った。この詐欺のスキーム、巧妙に見えるが穴だらけだ。天童はペンを手に取ると、よどみない動きでホワイトボードに複雑な金の流れを書き始めた。海外のタックスヘイブン、ダミーコーポレーション、複雑なデリバティブ取引。それは、校内の誰一人として完全に理解できていなかった詐欺の全体像だった。相手は資金の送金ルートを複雑に見せかけることで追跡を困難にしているつもりだろう。だが、ここに致命的なミスがある。遠藤が指さしたのは、ある国の小さな金融機関の名前だった。この銀行は、数日前に国際的な金融監視機関の査察を受けているはずだ。金の流れは、一時的にここで滞っている可能性が高い。今すぐ、現地の弁護士を通じて、この口座の資産凍結を申請すれば、まだ間に合うかもしれん。彼の口から語られる的確すぎる分析と具体的な解決策。それは波の銀行員には到底思いつくことのできない神業のような手腕だった。オフィスは水を覆ったように静まり返っていた。誰もが目の前で起きていることが信じられず、ただ呆然と老人を見つめていた。その沈黙を破ったのは白石だった。彼女は震える声で絞り出すように言った。もしかして、あなたはかつてウォール街でゴッドハンドと呼ばれた伝説のディーラー、遠藤義雄さんではありませんか。その名を聞いた瞬間、支店長の顔色が変わった。それは30年前に
金融界の頂点に君臨し、たった一人で国家予算に匹敵する金を動かしたと言われる、生きる伝説の名前。引退後の消息は、誰も知らなかったはずの、幻の男の名前だった。遠藤は、ゆっくりと、白石の方を振り返り、穏やかに微笑んだ。昔の話だよ。その一言が、皇帝の証だった。支店長は、その場に崩れ落ちそうになった。自分たちが、どれほどとんでもない人物を、無下にあしらっていたのか。黒川は顔面蒼白になり、震え始めた。自分が見下し、侮辱し、追い返した、みすぼらしい老人が、自分が逆立ちしても届かない、雲の上の伝説の存在だった。黒川は声にならない声を漏らしながら、遠藤の前に進み出ると、その場に膝から崩れ落ちた。申し訳ありませんでした。床に額をこすりつけ、彼は泣きながら謝罪した。プライドも、見栄も、すべてが剥がれ落ちていた。遠藤の的確な助言により、帝都銀行は弁護士チームを緊急派遣。奇跡的にも、詐欺グループの資産の大部分を凍結し、回収することに成功した。支店の倒産という最悪の事態は免れたのだ。後日、黒川は正式な処分を受けることになったが、彼の表情には不思議と晴れやかなものがあった。彼は改めて遠藤のもとを訪れ、深く頭を下げた。遠藤はそんな黒川の肩を優しく叩いた。黒川さん、君は優秀な頭脳を持っている。だが、一つだけ忘れていたことがある。数字の前に人を見ることだ。人を信じ、人の心に寄り添うこと。それこそが、どんな金融商品よりも価値のある最高の投資なんだよ。その言葉は黒川の魂に深く刻み込まれた。そして遠藤は傍らにいた白石ににっこりと微笑んだ。白石さん、あなたの人を見る目は正しい。あの時、私の話に唯一心を寄せてくれたのはあなただけだった。天童は亡き妻との思い出の会社への融資を銀行に頼むのをやめた。その代わり、彼自身の莫大な個人資産からその会社へ投資をすることを決めたのだ。それは白石の誠実な人柄を信じた投資でもあった。この会社の再建は君に任せたい。君ならきっとできる。白石の目には大粒の涙が溢れていた。数日後、遠藤義雄はまた元のただの物静かな老人へと戻っていた。色あせたジャンパーを着てゆっくりと商店街を歩く。しかし、彼の周りの世界は確かに変わっていた。彼とすれ違う銀行員たちは畏敬の念を込めて頭を下げるようになった。八百屋の店主も商店街の人々もなぜだかわからないが、彼の背中が以前よりもずっと大きく、温かく見えるのだ。人の価値は見た目や肩書きでは決して測ることはできない。本当の豊かさとは、お金や地位ではなく、誠実な心と人を思いやる優しさの中に宿るのかもしれない。天童よしおは、今日も亡き妻との思い出が詰まったこの街を、静かに、そして愛おしそうに歩いている。彼の瞳の奥に宿る光は、今も変わらず、未来を静かに見据えている。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。